すすめありますか？おすすめですか？例えばケニアニエリヒルはプラムドライオレンジ系のジューシーでリッチな甘さなのでおすすめです。お待たせいたしました。すいません。はい。これすごい甘くて美味しくて、どういうコーヒーなのかなって。一杯のコーヒーについて少しお話ししてもいいですか？ケニアのコーヒーはフルーツトマトやプラムのようなフレーバーと明るい酸味を持ち合わせてるんです。これがケニア産のコーヒーの特徴です。コーヒーは生産地によって味わいが異なり、ワインのブドウやお米などさまざまな農作物と同様、産地による個性があります。こういった産地の特徴を表現できるコーヒーは、ただその辺に生えてるコーヒーチェリーを適当に集めてなんとなく作り上げたわけではないんです。何十年も耕し続けた土壌には色鮮やかなコーヒーチェリーが実り、標高2000メートルにある農園ではピッカーの方が生活をかけて今日も収穫をしています。そしてそこでは素晴らしいコーヒーを作り上げるために1年にほぼ1回きりの発酵・精製を試行錯誤しています。生産者の数だけロットの数があり、味・品質もその数だけあります。つまりこの一杯の味というのは焙煎や抽出だけで成立しているわけではなく、遠い生産地でさまざまな工程で味作りが行われているんです。普段何気なく口に運んでいるコーヒーは農作物であって、いわゆる工業的な製品ではないんです。これがコーヒーの物語の始まりです。ローシュガーローストはその生産者たちの味作りを受け継ぎ、焙煎で抽出で表現をし、飲み手に伝えることを重要視しています。ただのコーヒー、ただ焙煎機を買ってただ焼けば満足ではなく、やるべきことはさらに向こう側にあると思っています。コーヒーがただここにたどり着くことだけがゴールではないんです。確かに生豆のマーケットは広がっているんだと思います。でもスペシャルティーコーヒーというのは生豆の品質だけの話ではなく、焙煎から抽出、そして飲み手に伝わるまでの過程、全ての地点において失敗が許されないものなんです。その認識を消費者に伝えることはもちろん、この日本のコーヒーシーンで今一度知っていただく必要があると思っています。ビジネスとしてやっている以上、数字が評価の対象になるけれど、ただのコーヒーではただの数字にしかならない。僕らがやりたいのはその質の向上です。それは味だけの話ではなく、この日本においてコーヒーの概念を変えることです。この正しい認識が需要と供給を作り出し、スペシャルティーコーヒーの定義を果たすのです。遠い生産地で素晴らしいコーヒーを作り続け、家族や労働者の生活向上を志す人、コーヒーを取り巻く政治や仕組みを覆し革命を狙う人、新たな味作りでイノベーションを起こそうとし努力を積み重ねる人、彼らのことを知っていて彼らの思いが伝わってくるからこそ、やるべきことはただコーヒーを焙煎し抽出し、ただ提供することではなく、一杯のコーヒーが持つ物語をつなげていくこと、そしてその物語が飲み手の向こうにまで伝わり広がっていくことで、さまざまな人がさまざまな形でこのコーヒーをつなげていく。その物語はいずれ生産地へと戻り、飲み手と作り手をつなげ、新たな共同体となっていくのです。
一杯のコーヒーはただ飲むだけではなく味わうべき物語が詰め込まれているんです。これがロースターであるローシュガーローストの使命だとすら思っています。